ライフイズギャンブル人生春光会です。はい、ということでね、本日出る EPT トーナメントは2200ユーロだしディープスタックトーナメント。このトーナメントなんですけども、ディープスタックといってね、スターティングチップがかなり大きいトーナメントで、序盤はねかなり実力差も出やすい、スタックがディープな状態で戦える。後半はね普通のトーナメントとほぼ変わんないんですけども、そちらのトーナメントに出ていきたいと思います。そしてね 2day イベントということなんでね、とりあえず Day1 ねいつものごとく残ってインマネを決めてからね Day2 からかましたいなと思う春ポーカーであります。連日ね結構トーナメント滑っててかなりメンタルきてるんですけども、その中でもね春ポーカーまだやれるぞっていうところをねヨーロッパに見せたいと思います。今日も負けたらもう心折れちゃうかも。春ポーカートーナメントほんまに辛いから、今日インマネできたらね完全に春ポーカーの時代来たなってなってると思うので、それを目指して頑張っていきたいと思います。ということで本日も2200ユーロだしディープスタックトーナメントかましていく。というわけで今回の EPT プラハシリーズ春ポーカーあまり調子よくはないですが、今回のトーナメントで巻き返していきたいというところで、このハンドキング10スーツカットオフから現在ブラインドは200、500 BB アンティ500の状況です。ディープスタックというだけあって5万点スタートなのでまだ 100BB 近くあります。ということで春ポーカーこのハンドもちろんオープンしていきたいと思います。選んだサイズはレイズ1200点、実力差が出やすいディープの状態で春ポーカーチップを増やしたいと思っています。春ポーカーのオープンに対してボタンのプレイヤーはすぐさまフォールドはされず、3ベットもしくはコールで参加されるのかなというふうに思っていました。するとここでボタンのプレイヤーがコールを選択、 SB のプレイヤーはすぐさまフォールド、 BB のプレイヤーがどうするか。 BB のプレイヤーもここでコールを選択されて3ウェイでフロップに参る形となりました。初っ端のポットが肝心、いきなり絡んでくださいというところでフロップは 10.6 の2ハートのボード。春ポーカーいきなりボードにバチ絡み、10のトリップスに加えてキングキッカーというかなりいいボードが落ちてくれました。このボードに対して BB のプレイヤーがチェックを選択、春ポーカースロープレイのチェックかシンプルに CB を打っていくか。3ウェイということもありますし、春ポーカー自身ハートを抑えていません。ここはシンプルにベットしていくか。ポットよ大きくなれ。ポケットペアやハートのフラッシュドローに向けて春ポーカーはベッドに1000点を選択。もちろんスロープレイを選択してもいいんですが、ポジションが挟まれているということもあるので、ポットサイズの主導権を握るためにもシンプルに CB を打っていった方が得なんじゃないかなという風に思っていました。2人ともフォールドみたいな寒い展開はやめろよ。そんなことを思っているとボタンのプレイヤーのみコールを選択。人数減ってヘッズアップでターンに向かいます。ターンに落ちたのは3のクラブ。春ポーカーが落ちてだるいなと思っていたハートは落ちず、3のクラブが落ちてダブルフラッシュドローボードという結構ウェットなボードになりました。春ポーカー自身ドローのふりをしてベッドを選択していってもいいんですが、ここはドローから逆にベッドをもらいたいということでチェックを選択。相手がドローを持っている時も10などの強いハンドを持っている時もここはベッドを選択してくることが多いと思うので、そのアクションに対してはこのキング10でチェックレイズを返してやろうと思っていました。ですがボタンのプレイヤーはチェックバック。リバーに落ちたのは6のダイヤで春ポーカーはフルハウスにまでハンドを発展させました。現状6ポケにしか負けていない春ポーカー、リバーでバリューベッドを打っていくか、再びスロープレイのチェックを選択するか。相手はターンで春ポーカーのチェックに対してチェックバックしたことから、ある程度相手はショーダウンバリューがあるハンドを持っているんじゃないかなという風に思いました。そう考えると今回のリバーではシンプルにバリューベッドを打っていった方が得なんじゃないかなと思います。バリューターゲットとしては6のフルハウス、さらには7ポケ以上のポケットペア、またフロップで頑張ってコールしたエースハイなども一部コールしてくれたら嬉しいなと思い、8300点のポットに対してバリューベッド6000点を選択。リバーこちら側からベットした方がいい理由として7ポケ以上のポケットペアやエースハイを相手が持っていた時、リバーではチェックで回すプレイヤーが多いんじゃないかなという理由からです。それに対してこちら側からベットした場合、ドローが完全に滑っているボードということもあるので、コールしてくれる可能性はそれなりにあると思います。逆に相手のフラドロ滑りの可能性が多い場合はチェックをして相手のブラフを誘うのもありなんですが、ターンのチェックバックからどちらかというとショーダウンバリューを持っている可能性の方が高いと感じました。この春ポーカーの割かしデカめのベッドに対して相手は長考、ハリーお願いして頼んじゃこしてや。相手プレイヤーはかなり悩んでここでコールを選択。春ポーカーがキング10を勝すると相手は当然ハンドをマック。後からこのボタンのプレイヤーがこの時何を持っていたかを教えてくれたんですが、相手はエースキングのエースハイでコールをしていたようです。見事エースハイからマックスバリューを獲得。ナイス春ポーというわけで幸先スタートをかました春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。クイーンジャックオフスーツ BB から現在ブラインド変わらず200、500 BB アンティ500の状況です。3ベッドが入らない限り大概のオープンサイズに対してはコール以上の選択肢ができるこのハンド。春ポーカーは BB からどのように立ち回るのか、この EPT シリーズ通してトーナメント
と序盤では調子がいい春ポーカーですが、中盤以降からだんだん調子が狂ってしまう。それを絶対に跳ねのけるぞ、そんなことを思っていると、ここで SB のプレイヤーがレイズ2000点を選択。この 4BB のオープンに対しては春ポーカーポジションがいいということもあるので、十分にコールできるかなと思い、ここでコールを選択。ポジションが勝った状態でヘッズアップでフロップに参りたいと思います。フロップに落ちたのはクイーン106の2スペードのボード。春ポーカーはボードに対してトップヒットジャックキッカーということで、かなりいいボードが落ちてくれました。このボードは大概コンティネーションベッドが飛んできそうだなという風に思っていました。それに対してトップヒットの春ポーカー、もちろんコールで受けてやろうと思いましたが、相手はここでチェックを選択。相手のチェックに対して春ポーカーも少し変則的なチェックバックを選択。フロップでチェックバックを選択した理由として、ブラインドヘッズなので変なことをしたらブラフに見えやすいし、時々困難もありかなという風に思いました。さらには 4BB オープンに対してフロップのチェックということで、相手が下ポケットなどを持っている可能性は十分に考えられるかなという風に思っていたからです。相手のアクションラインの予想として、プリフロップの4倍レイズはスチールがしたいため、フロップではオーバーカードが2枚落ちてしまったため、ショーダウンを目指すチェックを選択みたいなラインです。相手が下ポケならセット以外は怖くないので、一旦フロップではチェックバックしました。そしてターンからバリューを取りに行こうと思い、春ポーカーは4500点のポットに対してベッド2000点を選択。フロップでチェックバックしていることから、ナインズ以下のポケットペアもこのベッドに対してコールすることが多いんじゃないかなと思っていました。すると相手プレイヤーはまんまとコールして、リバーに落ちたのは5のダイヤ。春ポーカー自身一応5ポケなどもバリューターゲットに入れていたので、相手がもしも5ポケを持っていた際にはリバーでまくられている展開となります。ですがフロップでスロープレイしたこともありますし、ブラインドヘッズのプレイでは多くのブラフが含まれます。フロップでチェックバックしたのにターンリバートを立て続けに打つ春ポーカーのアクションに対して相手が違和感を感じた場合、割と広めなハンドでコールしてくれる可能性も高いかなというふうに思いました。ということで春ポーカーはリバーでバリューベッド5500点を選択。割かししっかりめに打つことによって相手を下ろしに行ってるようなベッドに見せかけてコールをもらう作戦を取ろうと思いました。ここで安めに打ってしまうと、ポケットペアなども自分みたいなハンドに対してバリューを取りに来ているのかなと深読みして降りてしまうパターンも全然あるのかなというふうに思っていたからです。さらには春ポーカーがターンでバリューターゲットにしていた5ポケなどはリバーでセットを完成しているため、ワンチャンレイズが返ってくる可能性も全然あるかなというふうに思っていました。その場合安めに打ってしまうと降りることができないので、相手のレイズに対しては降りる選択肢も作れるようなベッドサイズを展開していきました。このベッドに対して相手プレイヤーは長考、コールされたらほぼほぼ勝っていると思うのでコールしてほしい春ポーカーですが、願いが通じたのか相手プレイヤーはここでコールを選択。春ポーカーがクイーンジャックオフスーツを称すると、相手はハンドをマック。ブラインドヘッズということもあるのでブラフなどもかなり多くなるようなシチュエーションです。おそらく相手プレイヤーの10ヒットだったり下ポケからマックスバリューを取れたんじゃないかなという風に思います。ナイス春ポーカー。ブラインドヘッズも少し特殊なアクションではありますが制していっている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースクイーンスーツ UTG プラス1から。現在ブラインド上がって300、600、BB アンティ600の状況です。春ポーカーもちろんオープンしていくんですが、今回選んだサイズはレイズ1500点。この春ポーカーのオープンに対してハイジャックのプレイヤーが長考に入られるので早送りにさせていただきます。結構悩まれたのでコールか3ベッドが飛んでくるかなと思っていたら、ここでハイジャックのプレイヤーは春ポーカーのオープンに対してリレイズ4500点を選択。 UTG プラス1からのオープンというところに3ベッドが返されているので、相手のハンドもかなり強いことが伺えます。春ポーカーがエースクイーンオフスーツを持っていた場合、相手の印象と合わせてフォールドの選択肢も入ってくるかなという風に思いますが、今回持っているのはエースクイーンスーツということで、さすがにコール以上の選択肢で考えています。この状況で4ベッドを返すには少しブラフ気味になるかなということで、春ポーカーコールを選択。フラッシュドローだったりクイーンヒットになってくれたら嬉しいなと思いながらヘッズアップでフロップに参ります。フロップに落ちたのはクイーン77の2ハートのボード。春ポーカーはトップヒットトップキッカーということで、またまたいいボードが落ちてくれました。とりあえず春ポーカードンクベッドはせずチェックを選択。相手プレイヤーがキングスだったり AC ズを持っている可能性はありますが、フロップベットしてくれたら嬉しいなという風に思っています。滑っているところやポケットペアなどもベットしてくる可能性は十分にあると思っていました。すると相手プレイヤーは10500点のポットに対してコンティネーションベッド4000点を選択。とりあえずはベッドが飛んできて嬉しい春ポーカー。このベッドに対してコールをするかレイズをするかで悩んでいます。ここでレイズをしてしまった場合、割と色々なハンドを下ろしてしまうかなという風に思いました。さらにはプリフロップで春ポーカーの早めのポジションのオープンに対しての3ベッドポットなので AC ズさらにはキングスなどのハンドレンジは相手に含まれます。そこら辺に放充してしまうパターンも多いかなと思い、ここは一旦コール止めにしてターン以降のカードで考えようかなという風に思えてきました。春ポーカー自身ハートも抑えていないのでフロップでレイズしたい気持ちは山々ですが、ここは一旦落ち着いていこう。油断は禁物、人生は急ぐ。
ビクルターンでキングだけはマジで落とすな。そう思いながらシュンポーカーはここでコールを選択。ヘッズアップのままターンに向かいたいと思います。ターンに落ちたのは3のスペード。ナイス。シュンポーカーが恐れていたカードは落ちず、単純なラグが落ちてくれました。ここでシュンポーカー単純にチェックを選択して相手から再びベッドを待っていってもいいんですが、少し変則的にドンクベッドを選択してもいいんじゃないかなという風に思えてきました。もちろんエーシーズやキングスは怖いですが、シュンポーカー自身エースのスペードをブロックしています。ここはあえて安めのドンクベッドでフラッシュドローが安くリバーを見に行きたい風で、ジャックス以下のポケットペアにバリューを取りたい。お主の希望受けたまわった脅威。シュンポーカーは現在18500点のポットに対してここでベッド6000点を選択。ポットに対して結構安めのベッドのため、フラッシュドローがリバーまで安く見に行きたいベッドにも見えるでしょう。シュンポーカーの見立て通りジャックステンズナインズを相手が持っていたとしたら、フラッシュドローもまだ完成していないボードなので高確率でコールをもらうことができると思います。相手のフラッシュドローにレイズを返されるのはだるいですが、ここをシュンポーカーチェックしてしまうとナインズなどにチェックバックされてしまうと思うため、ターゲットに対してマックスバリューを取りに行く作戦を取りました。ですが相手プレイヤーはここでフォールド。ギョイ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 シュンポーカー自身今までのトーナメントではあまりドンクベッドなどは使ってこないようにしましたが、最近のトーナメントではドンクベッドを活用するようにしています。変則的なプレーで相手を魅了しろシュンポーカー。いいサイズのポットを3連続で取れたシュンポーカー。続いてのハンドはこいつだ。最強のハンド A シーズカットオフから。現在ミドルポジションのプレイヤーがレイズ1800点を選んでいる状況となります。この EPT シリーズで A シーズ 1,2 回見たかなぐらいしか来なかったので、久しぶりにテンション上がっているシュンポーカー。このハンドでもちろん3ベッドを返していきます。選んだサイズはリレイズ4500点。この A シーズですが様々呼び方があって、一部の地方ではロケットとも呼ばれているらしいです。 A シーズの形がロケット2発に似ているからだそうです。シュンポーカーの息子も合わせて3発ロケットトリップスの完成です。というところで相手プレイヤーはシュンポーカーの3ベッドに対してコールを選択。とりあえずフォールドされなくて嬉しいシュンポーカー。フロップに参ります。フロップに落ちたのはキング6-7の2スペードのボード。シュンポーカー自身エーススペードも抑えているため相手のフラッシュドローをブロックしています。かなり嬉しいボードが落ちてくれました。というところでミドルポジションのプレイヤーはこのフロップに対してチェックを選択。シュンポーカー自身もちろん CB は打っていこうかなという風に思っています。現在11000点のポットに対してシュンポーカーは安めのコンティネーションベッド4000点を選択。エースペードも抑えていることからあまり落ちて怖いカードもないですし、滑っていても平気で打てるようなサイズで今回はガチハンドを混ぜていきます。もしもこれにコールをもらえたらターンからはキングめがけてバチコリ打っていこうと思いました。ですがここでミドルポジションのプレイヤーがチェックレイズ11500点を選択。これは少し意外なアクションです。これに対してシュンポーカーもちろんコール以上の選択肢で考えているんですが、コールをするかレイズをするかで悩んでいます。先ほど安心材料としていたエースのスペードは相手のブラフの本戦ともなり得るカードです。そこを抑えてしまっていること、さらにはシンプルキングでレイズをするかも微妙ですし、相手がエースキングなどを持っていたらバリューレイズとしてこのようなチェックレイズを選んでくるかもしれませんが、シュンポーカー自身そこのエースを2枚抑えてしまっています。逆に相手自身が3ベッドに対してコールをしていることがあるので、6ポケ7ポケは相手側に多いです。そこら辺のセットに対してもシュンポーカー自身はフラッシュドローが伸びる可能性もあるので、リバーまで行っていいハンドを持っているんじゃないかなという風に思いました。このボードなので相手自身ストレートドローなどでブラフをかましてきている可能性もあります。ポジションも勝っていますし、そこら辺のハンドに関してはターンでもブラフベッドを継続してくれたら嬉しい。いろいろな要素を加味した結果、ここでもう一度レイズを返して0-100の勝負にするのではなく、落ち着いてターンリバートを進めていった方がいいんじゃないかなと思い、シュンポーカーはここでコールを選択。チェックレイズをフロップでかまされた状態でターンに向かいたいと思います。ターンに落ちたのはクイーンのハート。めちゃくちゃ悪いカードではないですが、相手がフロップでキングクイーンでチェックレイズをかましていた場合、このターンでトップ2ペアに発展してシュンポーカーはまくられている結果となります。ですが依然としてフラッシュドローだったりストレートドローには引かれてない状況となるので、シュンポーカー相手のベッドに対してはここもコールで対抗していかないといけないかなという風に思っています。少しややこしいターンカードではありますが、ひとまず相手のアクションを待っていきます。
するとミドルポジションのプレイヤーはフロップでチェックレイズをしたにもかかわらず、ここでチェックを選択。なるほど、ここのチェックに対しては春ポーカー、ポットに対して結構安めにベットをして、エースキングやキングジャック、さらにはフラッシュドローにバリューを取りつつ、相手プレイヤーに好き勝手させない体勢を取りたいと思い、ここでベット1万点を選択。ポットに対して 30% 以下の安いベットですが、相手プレイヤーはここでフォールドを選択。フロップでの春ポーカーのコンティネーションベットの額が何も持っていない時でも打てる額だったので、一発変なハンドでブラフをかましてきたのかなという風に思います。ぞ、めちゃくちゃ調子がいいぞ春ポーク。スタックトーナメントということで、初期からスタックはディープなんですが、さらなるディープへと上り詰めている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。クイーンズ UTG から。現在先ほどとブラインド変わらず 400、800、BB アンテ800の状況で、春ポーカーこのハンドもちろんオープンしていきたいと思います。選んだサイズはレイズ1800点。先ほどの A シーズンに続いてこのハンドプレミアムハンド続きなので、ハンドにも展開にも恵まれてがっつりチップを増やしていきたいというところで、 SB のプレイヤーまでフォールドされたので、春ポーカーの右隣 BB のプレイヤーがどうするか。いかにもプロとして活動していそうな若めのかっこいい兄ちゃんですが、春ポーカーのオープンに対してここでコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのはキングクイーン10の2ダイヤのボード。春ポーカーミドルセットを完成。激アツのボードが落ちてくれました。このボードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。春ポーカーはもちろん CB を打っていきたいと思います。選んだサイズはベッド1500点。激アツのボードではあるものの、スケアカードもめちゃくちゃ多いので、フロップから CB を打つことでしっかりと主導権を握っていきたいと思います。というところで BB のプレイヤーがこのベッドに対してコールを選択。ターンに落ちたのは4のハート。このボードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーが思っていたダイヤだったりエース9のようなスケアカードは落ちませんでしたが、さらにベッドなボードになりました。相手にフリーカードを与えないためにターンでベットしていくのは当たり前なんですが、ポジションが勝っている状況で春ポーカー高めに打つか安めに打つか。春ポーカーがドローなどを持っている時と混ぜて、ここは高めに打てるやろ、一発かませ。いけピカチュウ10万ボルトだ。現在のポットは7800点。そのポットに対して春ポーカーはここで高めのベッド6500点を選択。相手がドローハンドなどを持っていた際にもギリギリコールしたくなるようなサイズを選んでいきました。ですがオープンエンドフラッシュドローなどではない限り、このベッドに対してコールするのは相手的に損をするようなベッドサイズです。もしコールされてドローを引かれたとしても、春ポーカー自身ポジションが勝っているので、それはそれで対応できるかなというふうに思っていました。ここで相手プレイヤーは春ポーカーのベッドに対してコールを選択。リバーに落ちたのはエースのスペード。春ポーカーにとってのスケアカードが落ちてしまいました。ここで相手プレイヤーがチェックを選択してくれた場合、春ポーカー素直にチェックバックすることが多いかなという風に思っていますが、ここでドンクベットされたらややこしい。頼むからチェックしてくれ。相手自身うまそうなプロやからこそ平気でドンクベットとかしてきそうやけど、ここは2ペアとかで素直にチェックしとけ。そんなことを思っていましたが、ここで BB のプレイヤーはドンクベット10500点を選択。思っていただるい展開が来てしまいました。このベッドに対しては春ポーカーコールもしくはフォールドで悩んでいます。ターンまでのアクション、ボードの展開を振り返りつつ、相手のハンドを考察していきたいと思います。相手が持っているバリューハンドで言うと、ターンでフラッシュドロー付きのジャック持ちなどは大きいターンでのベッドにもコールができると思います。さらにはキングジャックや10ジャックなどのワンヒット付きのジャック持ち、そこら辺のハンドは十分にリバーでストレートを引いてドンクベッドを打ってきている可能性はあるかなという風に思っていました。またリバーでのエースはこちら側がオリジナルということもあるので、春ポーカー自身が2ペアなどに発展しやすいカードです。それを考えた上でもジャックでストレートを引いたところはバリューを打ってきそうなリバーカードだなという印象があります。シンプルに相手が2ペアなどを持っていた際にはチェックで昇段を目指したいようなボードなので、今回は相手がジャックを持っているか否かの勝負になってくると思います。ブラフハンドで言うとシンプルなダイヤのフラッシュドローだったりハートのフラッシュドローなどで滑ったところが挙げられると思いますが、ターンのベッドサイズが強かったこともあるので、ストレートドローなどが複合していないとなかなかコールしづらいんじゃないかなという状況があると思います。9持ちのフラドロ滑りなどはブラフラインに入ってくるのかなという風に思います。そして最後に考えるべきは、このポットサイズに対してハーフサイズぐらいのベッド、割と安めのサイズなのでブラフキャッチしやすいところはあります。ですがそのサイズだからこそこのベッドにブラフが含まれているのかなと疑問なところはあります。ここまでいっぱい考えてきたけど、俺はどの選択肢を取るんや。ボ
ボードのシチュエーション、さらにはベッドサイズがさすがにバリューに寄りすぎてるかなと思い、春ポーカーはクイーンズを見せてフォールドを選択。めちゃくちゃ悔しいですが、春ポーカー自身に強い2ペアなどを作りやすいこの状況で相手がベットしてくるのはさすがにジャック持ちかなという風に思いました。オンラインならすんなりコールする時の方が多いと思いますが、ライブポーカーならではの地味な空気感だったり相手の印象からこのようなハンドをフォールドしました。いいぞ、自分の勘を信じていく春ポーカー。ラインではありましたが、リバーで降りてスタックを少し減らしてしまった春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。またもやクイーンズミドルポジションから。現在ブラインド上がって500戦 BB アンテ戦の状況です。今日はいいハンドが来る。先ほどのクイーンズは負けたけど今度こそ勝つぞというところで、春ポーカーは 2.2BB オープンのレイズ2200点を選択。休憩までラストワンハンドということで、このハンドをしっかりと勝って気持ちよく休憩できたらいいなという風に思っていました。するとここでカットオフのプレイヤーが春ポーカーのオープンに対して悩んでいます。ぞコールもしくは3ベッド返してこい。そんなことを思っていると、ここでカットオフのプレイヤーが春ポーカーのオープンに対して3ベッド6300点を選択。カットオフからの3ベッドということで、ハンドレンジとしては緩いことも多いです。春ポーカー自身相手よりポジションが悪いので4ベッドを返してもいいですし、コール止めを選択するのもありだと思います。相手のスタックがそこまで大きくないのでオールインを返してもいいんですが、今回はライト4ベッドで相手を下ろす時と混ぜて刻む4ベッドを選択していってもいいのかなという風に思いました。というところで春ポーカーは4ベッド16000点を選択。キングクイーンだったりエース5、エース4スーツなどもここら辺の4ベッドレンジに一部混ぜることもできるかなと思い、そこら辺のハンドだとオールイン選択というよりも刻むことの方が多いかなと思ったので、春ポーカーはこのアクションを選択。すると相手からここでオールインが飛んできました。ここで春ポーカー、相手がそこまで大きなスタックを持っていないとは分かっていましたが、一応相手のスタックを確認していきます。この5ベッドオールインクイーンズで受けてめちゃくちゃ嬉しいわけではないですが、さすがに行くか。ギャンブルの本質は狂気でしょ。ギャンブルは狂ってる方が面白い。さあゴールしましょう。春ポーカー自身16000点を出していますし、相手のオールインハンドにエースキングも含まれる以上、ここはコールするしかない。すると相手のハンドはなんと最強のハンド A シーズ。それは強すぎるって。さらに絵柄も被ってるからフラッシュで勝てることもない。セットさすしかないって思ったら相手はトップセット。もう完全終わったやん。嘘やろ、ストレート。ギャンブルの結果は最後までわからないものですよ。ということで春ポーカーもマジで信じられませんでしたが、最強のハンド A シーズのトップセットに対してランナーストレートで鬼まくり。これはマジでラッキーした。今日は一味違うぞ春ポーカー。11万点です。こういう時もあっていいでしょう。今まで下振れてきたからね。ナイス春ポーカー。というわけでブレイク手前で超絶ラッキーを引いた春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エース3スーツ UTG プラス1から。ここはブレイクを挟んでもブラインドが変わらないという少し特殊なストラクチャーだったため、現在もブラインドは500戦 BB アンティ戦の状況です。というところで春ポーカーは 2.2BB オープンのレイズ2200点を選択。先ほどみたいなプレミアムハンドでもこのようなハンドでも同じオープンサイズを選んでいきます。今回のハンドに関してはできれば3ベッドを食らいたくない春ポーカーですが、かなりスタックがディープということもあるので、春ポーカー以外のディープのプレイヤーがちょっかいをかけてきた場合はライト4ベッドとかも返してやるぞという勢いを持っていました。そのようなことを考えていると、ここでカットオフのプレイヤーがコールを選択。 SB のプレイヤーが3ベッド6000点を選択してきました。3ウェイでのアウトオブポジションからの3ベッドサイズとしてはかなり安めなので少し怪しい感はありますが、もちろん降りる選択肢はありません。コールもしくは4ベッドを返そうかなという風に思っていますが、少しサイズが安すぎて怪しい匂いも漂っているので、エース3スーツはマルチウェイでも十分に戦っていけるハンドなので、春ポーカーはここでコールを選択。カットオフのプレイヤーもコールして3ウェイでフロップに参る形となりました。フラッシュドローもしくは2ペアあたりがフロップで落ちてくれたら嬉しいなという風に思っていました。というところでフロップはエースジャック6のレインボーボード。ボード的にレインボーではありますが、春ポーカー自身バックダウフラッシュドロープラストップヒットということで、そこまで悪くないフロップが落ちてくれたなという風に思っています。このボードに対して SB のプレイヤーはこれまた安いベッド6000点を選択。 SB のプレイヤーなんですが、シンプルに硬そうなおじさんということもありますし、プリフロップの時点から少し怪しいレイズサイズテルが出てるかなという風に思っていましたし、そう考えるとキングスやクイーンズなどのプレミアムハンドを持っている可能性はあるかなと思い、春ポーカーはコールを選択。
むしろエースキングとかならもっとがっつりプリフロップでレイズを返してきそうです。というところでターンに落ちたのは6のハート。春ポーカーが望んでいたスペードだったり3のターンカードは落ちず、このターンに対しても SB のプレイヤーはベッド7000点というめちゃくちゃ安いベッドを選択してきました。正直安すぎて 100% コールを選択するようなこのシチュエーションですが、相手のおじさんの印象的に 100% とは言えませんが、ほぼほぼブラフがなさそうなおじさんです。もちろんこのハンドだけを見ていたら春ポーカー何悩んでんねんって感じだとは思いますが、今までライブポーカーを打ってきた春ポーカーの感覚からすると、このようなおじさんからエースクイーン以下のハンドが出てきたことは本当にありません。もちろん GTO を信じてコールするのもあり、でも今までの経験上は降りろと言ってる。ここはどうしたらいいねんひろゆき。はい、スパチャありがとうございます。はい、このアクション降りた方がいいですか？はい、5万円のスパチャ払ってる時点でお金の使い方のセンスないんで降りてください。ここはライブポーカーの戦場。確かに GTO は大事やけど、そこからそれてこそ自分のエッジが出せるということで、春ポーカーはフォールドを選択。コールがなしならブラフ転換はありかとも思っていましたが、まあ変にブラフしても通じる相手でもなさそうだと思ったため、今回はシンプルに諦める選択肢を取りました。これは本当にライブポーカーならではの人読みのみでアクションしたハンドだなという風に思います。おそらく被害は最小限にできてる。次でかませ春ポーカー。序盤ではそれなりにスタックを作れてる。この調子のまま順調にいきたい春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エース4スーツボタンから。現在もブラインド変わらず500戦 BB&T 戦の状況で、ハイジャックのプレイヤーがレイズ2200点を選択してきました。ハイジャックからのオープンということもあるので、それなりにハンドレンジは広いと思います。ボタンからのライト3ベッドのレンジとして、このようなハンドも一部入れていっていいんじゃないかなと思い、春ポーカーはここで3ベッド6200点を選択。本日もブラインドは浅いうちにアグレッシブに攻めていこうと思っています。この3ベッドに対して SB そして BB のプレイヤーがフォールドを選択。ハイジャックのオープンしたプレイヤーがどうするか。シンプルにスチールができても嬉しいですし、もしコールされたとしてもボタンというポジションを生かしてしっかりとポストフロップで立ち回っていこうと思っていました。するとハイジャックのプレイヤーは少し悩んでここでコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となります。というところでフロップに落ちたのはクイーン95の2スペードのボード。春ポーカーはナッツフラッシュドローができたため、ブラフにはかなりいいボードが落ちてくれたなという風に思っています。このボードに対してハイジャックのプレイヤーはチェックを選択。このボードに対して春ポーカーはもちろん CB を打っていこうと思うんですが、かなり安めのサイズを使っていこうかなという風に考えていました。安めに打つ理由として、このハンドはターンでもベッドを選択できるハンドなので、2回打つ前提で A サイだったりジャックス以下のポケットペアを下ろせたらいいなという風に思ったからです。ということで春ポーカーは 14900 点のポットに対してかなり安めの CBベッド4500点を選択。ここにレイズを返されたとしてもコールで対抗できるハンドを持っているため、このようなサイズを選択しました。すると相手プレイヤーはコールを選択。ターンに落ちたのはデュースのハート。ターンで春ポーカーフラッシュを引くことはできませんでしたが、デュースが落ちてくれたことによって3でストレート完成のガットショットストレートドローまでつきました。というところでこのターンカードに対してもハイジャックのプレイヤーはチェックを選択。フロップで思い描いていたようにターンではしっかりとベットしてジャックス以下のポケットペアを下ろせたらいいなという風に思っています。というところで春ポーカー23900点のポットに対してここでベッド14000点を選択。春ポーカー自身がフラッシュドローを抑えているということもあるので、このベッドに対して相手がコールを選択した場合クイーンヒットだったりが濃厚になってくるかなという風に思うので、春ポーカーリバーでスペードだったり3を引いた場合にはそこら辺をターゲットにしたバリューベッドに移行できたらなという風に思っていました。ですがこのターンで降りてくれたら一番楽。そんな考えんでいいから早くハンド捨ててくれ。そんなことを考えていましたが、ハイジャックのプレイヤーは長考した末にここでコールを選択。リバーはマジで頼むから3かスペード落としてくれというところでリバーは2のダイヤ。春ポーカーはリバーまで激アツのアウツを引くことはできず、ラグ中のラグが落ちてしまいました。というところでハイジャックのプレイヤーはこのリバーに対してもチェックを選択。春ポーカーここで3発目のブラフを打ち込むか迷いましたが、フラドロ滑りはさすがに諦めたいかなというふうに思いました。10ジャックとかなら3発ブラフをしてもいいかとは思いますが、今回は諦めのチェックを選択。すると相手のハンドはジャックインスーツでした。フラドロ滑りにも見えやすいこの展開でドローは何も完成してないリバーカードなので、クイーンもブラフキャッチをしやすい状況だったと思います。リバーでブラフを踏みとどまったのはナイスですが、俺引け。今まで総じて上振れてはいるものの、なかなか調子が上がりきらないなというところでこのハンド。このエースキング何が流行るか。
ここでのプレミアムハンドエースキングスーツカットオフから現在 UTG からすでにレイズ2200点が飛んできている状況となります。ブラインドは先ほどと変わらず500戦 BB アンジ戦の状況で春ポーカーはもちろん3ベットを返そうかなという風に思っています。UTG に対して春ポーカーがインポジションということもあるので3倍弱の3ベット額リレイズ6000点を返してきました。この3ベットに対して SB そして BB のプレイヤーはフォールドされて UTG のプレイヤーがどうするか。 UTG は少し考えた後にここでコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。ここらでそろそろポットは取っておきたいというところでフロップは998のレインボーボード。春ポーカー自身ドスベリしてしまってはいますがどちらかというと3ベッター側に有利なボードと言えます。UTG のフロップチェックに対しては A サイだったり10ジャックジャッククイーンなどにコールをもらいに行く安めのバリューベットを売ってもいいんじゃないかなという風に思っていました。もちろんペアボードということもあるのでポケットペアはコールされてしまうと思いますがエースやキングを引くことができればそこら辺のハンドもまくることができるのでできるだけリバーまで安くで見に行きたいという意識もあったためここでは春ポーカー安めの CB ベッド4000点を選択。それに対して UTG はスナップでコールを選択。ターンに向かいたいと思います。ターンに落ちたのは8のクラブ。落ちてくれて嬉しいターンカードではありませんが春ポーカーこのダブルペアボードにおいてエースハイ先ほど言った10ジャックだったりクイーンジャックに対しては勝っています。ここはショーダウンを目指したい。どうするべきか。引けぬなら引くまで待とう。ショーダウンバリューもありますしここは無理するべきではないと判断。春ポーカーはチェックバックを選択。リバーに落ちたのはデュースのハート。ここで相手からベッドが飛んできたら悩みものですがここで相手プレイヤーはチェックを選択。まあシンプルにここはポケットペアなどもまくれているところがあるしシンプルにチェックバックがいいかなと思いチェックバックを選択すると相手のハンドはクイーン10オフスーツ。フロップでは春ポーカーが思った通りのガットショット2オーバーに対してバリューが取れていました。そこまで大きいポットではありませんがこのような積み重ねが大事。次でもかませ春ポーカーメント中盤戦にてチップが増えたり減ったりの春ポーカーここら辺でがっつり増やしたいというところでこのハンドエース10オフスーツ UTG から現在ブラインド上がって600戦200 BB アンチ1200の状況です。春ポーカーはほぼほぼミニマムオープンのレイズ2500点を選択。3ベッドが飛んできたら正直このハンド厳しいので飛んできてほしくないなと思っているとミドルポジションのプレイヤーがここでコールを選択。早めのポジションからのジャストコールなので結構強そうやなと思っていると SB そして BB のプレイヤーまでコールを選択。コールしすぎというわけでまさかの4ウェイでフロップに参る形となりました。というところでフロップに落ちたのはキング108の2ダイヤのボード。春ポーカーはセカンドヒットに加えてバックドアでナッツフラッシュドローがついている状況となります。もちろん4ウェイということでマージナルなハンドにはなりますが発展性のある割かし悪くないボードが落ちてくれたなというふうに思っています。というところで SB、BB のチェックに対して春ポーカーもチェックしたんですがミドルポジションのプレイヤーがここでベッド5000点を選択されました。そしてそのミドルポジションのベッドに対して SB のプレイヤーはコールを選択。 BB のプレイヤーはフォールドされました。このベッドに対して春ポーカーもちろん相手にキングヒットとかが潜んでそうだなというふうには思っているんですがキングヒットに対しても10だったりエースがアウツになってくるかなというふうに思っていますしエースダイヤを抑えているからこそターン以降でブラフに転換することもできるハンドかなというふうに思っていました。ミドルポジションのベッドに対して SB のプレイヤーがコールしている状況なのでどちらかはキングを持っていそうですがターンでもしもダイヤが落ちてくれたら2回にわたってブラフを打てるチャンスがありますしもしも10だったりエースを引くことができたらキングに対してバリューベッドを打てるチャンスができてきます。ポジションが一番いいわけではないですがこのハンドコールするには十分かなと思い春ポーカーはここでコールを選択。3上に人数減ってターンに向かいます。ターンに落ちたのはデュースのスペード。春ポーカーが求めていたターンカードは落ちずラグ中のラグが落ちてしまいました。このターンに対して SB のプレイヤーがチェックを選択。春ポーカーもこのターンカードに対しては無理はできないかなと思いチェックを選択。ミドルポジションのプレイヤーのアクションを待っていきたいと思います。フロップでのベッドに対して2コール入っている状況ではあるのでターンは止まってくれたら嬉しいなという風に思っていましたがここでポラライズベッド27000点が飛んできました。これはドローを持っているか本物を持っているかのどちらかだと思います。結構ウェットなボードではあるのでミドルポジションのプリフロップコールレンジから考えるとグラフしているドローハンドはエースジャックエースクイーンジャッククイーンなどのストレートドローさらにはダイヤのフラッシュドローあたりかなという風に思っていましたがダイヤフラドロの本戦であるエースダイヤを春ポーカー自身が抑えているためここをコールするのはさすがに厳しいかなと思っていましたが SB のプレイ
レイヤーがここでまさかのこの大きいベッドに対してコールを選択。そこでコール入るなら春ポーカーはもちろんフォールドやろうということで春ポーカーは降りました。というところでリバーに落ちたのは5のクラブ。春ポーカーはすでにフォールドを選択したんですが、このまま休憩に入るので回し続けます。画面がかなり揺れますがすいません。というところで SB のチェックに対してミドルポジションのプレイヤーはオールイン、 SB のプレイヤーはスナップフォールドで、降りたハンドはジャックナインダイヤダイヤでした。はい、ということでね、ハンドからまず53400点まで戻っちゃいましたね。減点戻しなんですけども、あんだけフロップ絡まなかったらしょうがないかな。S ダイヤあったんでブラック転換もできるかなと思って入ったんですけど厳しい。ただね、減点もあるんで次のラウンドで増やしていきます。というわけでトーナメント序盤で増やし続けていたスタックも中盤戦以降でフロップでどうしてもハンドが絡まずスタックを減らしている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースクイーンオフスーツ UTG から現在ブラインド上がって1000-1500 BB アンティ1500の状況で春ポーカーは 2BB オープンのレイズ3000点を選択。ハンドはそこそこ入っている春ポーカーですが、フロップで絡まんかったら逆にスタックいかれる。そろそろ絡んでくれよ。そんなことを思っていると SB のプレイヤーそして BB のプレイヤーがコール。3way でフロップに参る形となりました。春ポーカーが一番ポジションがいいぞ。よーし、あとは絡むだけや。というところでフロップはクイーン93のレインボーボード。春ポーカーはトップヒットトップキッカーとかなり最高なボードが落ちてくれました。このボードに対して SB そして BB のプレイヤーがチェックを選択。春ポーカー自身スケアカードがキングしかないためここは仕掛けに行きます。スロープレイのチェックバックを選択するとターンに落ちたのはジャックのスペード。スケアカードのキングではないですが若干怖いカードが落ちたのでターンからはしっかりバリューベッドを打っていかないとなという風に思っていました。ですがここで SB のプレイヤーがベッド5000点を選択。ドローもかなり多くなるボードではあるのでこのベッドに対しては春ポーカーレイズを返してやろうかなという風に思っていました。ですがここで BB のプレイヤーまでコールを選択。これでよりどちらかのプレイヤーがドローカードを持っている可能性も高くなったためターンでレイズを返さないとリバーカードによっては難しい展開になりそうです。もちろん春ポーカーポジションが一番いいのでコール止めもありですがここは一発かますべきか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。ドローも多い状況だからこそ春ポーカーのチェックレイズに対してクイーンヒットだったりジャックヒットなどもついてきやすくなるはず。 SB の5000点のベッドさらには BB のコールに対して春ポーカーはレイズ16500点を選択。どちらか一人でもコールを選択すれば春ポーカーのスタックサイズがポット以下になるためリバーで自然にオールインが叩き込みやすいなという風にも思っていました。リバーでキングだったり10などの相当なスケアカードが落ちない限りはオールインを叩き込んでやろうと思っています。春ポーカー自身がフロップチェックバックしていることもあるのでアクションの不信感からジャックヒット以上はコールしてくれる可能性が十分あるんじゃないかなという風に思っていると SB のプレイヤーがここでコールを選択。このプレイヤー自身参加率がかなり多かったためそこまでハンドに対する信頼感はありません。さらにポストフロップも緩めだったためこのコールは嬉しい。あとは BB のプレイヤーが降りてくれたら最高と思っているとここで BB のプレイヤーはフォールドを選択。というわけでヘッズアップでリバーに向かいます。リバーに落ちたのは5のダイヤ。最高のカードが落ちてくれました。何のドローも完成していないラグ中のラグ。このリバーに対して SB のプレイヤーはチェックを選択。現在ポット額51500点に対して春ポーカーのスタックは3万点。オールインするには何ら不思議のないスタックサイズです。もちろんストレートだったりセット2ペアには負けていますがこの展開でトップヒットトップキッカーオールインするしかないやろ。さあ行くぞ。くらえ。これがベジータ様のスーパービッグバンアタックだ。春ポーカーはここでオールイン3万点を選択。すると相手はスナップコール。これはマジで悪い予感。すると相手の反応はまさかのボトムセット。もうダメだ。おしまいだ。俺はもう戦わん。なんやねんそれ。めちゃくちゃ久しぶりにボードと絡んだと思ったらもっと絡んでるやつおるやんけ。というわけで春ポーカーここで11万5000点というポットを失いトーナメント飛びという結果になってしまいました。ポーカーの世界大会に出場します。半端ない金額買ってしまってます。はい、持ってないよ。ちゃんと買ってるからね。
はいということでね、久しぶりにねトップヒットトップキッカー入ったなと思ったら相手にボトムセットがいたということでね、最後はね正直ポラライズしたベッドやったんで、ブラックキャッチ、ジャックヒット、キングクイーン、あとはテンズあたりもねコールするところ一番あるかなと思ってねオールに入れることにしました。かなりきついんですけども、これがトナメということでね、ダメダメ続きの春ポーカーですが、こういうところもしっかり見せてね、勝っているところも見せれるように今後頑張りたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。 Life is Gamble 人生はインあざした。ということでね EPT 最終日もね春ポーカーあえなく一発終了となってしまいました。はい、ということでね、今回ね、長い遠征、フィリピン、ラスベガスとかね、今までしてきましたが、初めてのマイナス終了となってしまいました。はい、めっちゃ悔しい。外見てください。冷え切ってます。ということで、めちゃくちゃ悔しいけど、これがトナメのきついところ。春ポーカーの暴れるブランドノーリミットが YouTube 概要欄で絶賛発売中。ポーカーで勝ちたかったら買って